こんにちは、聖堂です。今回はこの形。バランスを取りにくいので困っているとの話をいただきました。確かによくあるまだれ、ガンダレより難易度は高いかもしれません。リクエストいただいた点、遅い、そして履歴の履の書き方を通じて対策を練っていきましょう。まず改めて、この形はタレですので、タレのルールに従う必要があります。ルールその1、タレの中に書く部分は少し右にずれます。左払いがあるので、ど真ん中に書くとやや窮屈で、バランス上も座りがよくありません。少し右に寄れば全体のバランスが良くなります。ルールその2、左払いがある一方で、中が少し右に寄った結果、文字全体の形は台形に近くなります。これはそれほど厳格ではなく、例外もありますが、多くの場合、台形をイメージすれば、うまく書くことができます。台形となると、一つ外せないポイントが出てきます。頭の部分はあまり長くしません。活字を見慣れた目には、こんな風に横幅いっぱいに書くのが正しいと捉えがちです。しかし、あくまで台形です。頭は短めが正解。ことに今回の形は、ガンダレやマダレに比べ頭が重くできています。ここが横に伸びると、ますます頭が重くなるので、ぜひ短めにしましょう。これは結構重要です。ではその上でリクエストの点。ルール通り中の部分は右寄り、頭は短め。それ以外の部分は別の動画で取り上げた立つと基本的に同じです。こうして下の部分を揃える書き方よりも左右の払いを高い位置にとどめ、中の縦角を長くする。それが一番見た目もすっきりし、バランスも取りやすいと私は思います。ただ、これにはいろんなパターンがあり、詳細はこちらをぜひご覧ください。次は遅い。実際に書いてみます。応用動作が入ります。この字はタレがあるだけで難しいところに、さらに心尿が加わるという二重苦を負っています。どう組み合わせるか腕の見せ所です。まず中の部分はルール通り。素直に右にずらし、頭は小さめ。次の心尿。これまでもたびたび登場してますので、よろしければ書き方自体は後でこちらを参照いただいて、今日はあくまで組み合わせ方に焦点を絞ります。図にすると、心尿が左と下を占めるので、残りはここしかありません。この残りのスペースを全部使い切ったのが活字です。しかし手書きでこうしたパターンはまずありません。このスペース、すべて使えるわけではありません。心尿の最後の部分、ここらで一旦止まって払いますが、ここから上に伸ばしたあたり、ここより右側は使わずに開けておきます。これは極めて重要です。別の表現をすると、上の部分の右端ぐらいに来たところで止めて払っていく。心尿を後で書くので、その方がわかりやすいかもしれません。ではここに先ほど書いたものを置いてみます。しかし考えてみると、この中の部分も大変です。
タレがあるので右に行けと言われ、今度は針葉の払いよりも左に行けと言われる。板挟みとはこのことでしょうか。ここで一つだけアドバイスすると、この左払い。あまり横に広げると針葉に当たってしまいます。といって今の話の通り、あまり右に行く余地はありません。ここはある程度立てて短めに。少なくともそのどちらかをやる。これがうまくいく条件です。では最後、履歴の履です。この字はなかなかタフです。日経新聞の私の履歴書というコーナーのタイトルはご本人の直筆で書かれていて、私はどうしてもそちらに目がいってしまいます。よりによって書かされる字が履歴というとても高難度の字なのは何とも大変だろうなと思います。これがなぜ難しいかはもうご覧の通り、これだけで立派に完結した一つの字です。ここにわざわざタレという厄介なものを結合する必要があるからです。もう対処法をズバリ一言で言ってしまうと、コンパクト。タレでこのようにすっぽり覆ってしまうと、実にくどくなってしまいます。こうした字では、むしろ普段以上に控えめに、コンパクトにまとめることをお勧めします。では古典ではどうやっているか見てみましょう。天の字。角度は違いますが、どちらも絵に描いたような台形です。左の字は下の長さを揃えたパターン。右は両端を上げて中をスッと伸ばしたパターン。古典では他にもいろんなパターンが登場します。次の字。この上の四角に注目。両方とも横長ではありません。思ったより縦幅をとっています。これもありです。針葉の最後の払いの上にはしっかりスペースがあります。そしてこちらの払い。開かずにほとんどまっすぐです。右の字は見にくいですが、ごく短くしているのがわかります。それぞれのやり方で針葉とうまく共存しています。最後、理。私の今日の説明とは全く逆。タレが深く覆っています。眼神経ならではの力強さを感じます。しかしこれも同じ眼神経です。こちらではタレがすっきり整理され、全く違う印象の字となっています。さらにこれは応用順。極端なほどタレがコンパクトです。まるで帽子をかぶっている程度にしか見えません。書き方一つでこれだけ印象が違うということを感じていただければと思います。今回は以上です。タレの非常に微妙な位置取りが求められましたが、困った時はもうあまり大きくしない。まずそこだけやってみてください。それだけでもこれまでとだいぶ違った感じに仕上がってくると思います。ご視聴ありがとうございました。